こんにちは。今日は、日本語で怒るとき、どう言えばいいかっていうことについてお話ししようと思います。皆さん日常的に怒りますか？僕は全然怒らないんですよ。本当に必要じゃないとき以外は全然怒らないんですよね。本当に必要なとき、例えば他の人のために怒るとか、そういうシチュエーションがあったら、まあ怒るかもしれないですけど、まあ自分のために怒るとか、自分の怒ってる気持ちを表現したいから怒るとか、そういうことはあんまりしないんですね。っていうのも、その怒るエネルギーってめちゃくちゃ強いと思うんですよ。その他の感情に比べてね。例えば何か嫌なことがあった時に、まあ、いろんなアプローチがあると思うんですよ。解決策を考えるとか、なんでそれが起こったか考えて、次に起こらないようにするとか、いろいろアプローチあると思うんですけど、その中で、怒るっていう選択をしてしまったら結構まあ、気持ちがね疲れちゃうような気がするので、その自分が一日に使えるエネルギーってまあ決まってますから、その中でうーん怒る気持ちが大半を占めるのはちょっともったいないような気がするので、僕はあんまり怒らないようにしてるんですね。もちろん本当に悪いこととかめちゃくちゃ嫌なことがあったら、その怒らなきゃいけない時もあると思いますけど、小さいことだったら嫌なことがあっても、まあ、怒りが最初に来ないっていう感じなんですかね。例えば最近僕運転してて、で、僕が車を運転してる、道路は優先道路だったので、まあ何も考えずに運転してたんですけど、その時に別の道、左から、車が来たんですよ。でも僕は優先道路を運転してますから、まあそのまま行こうと思って運転してたら、突然その車が優先道路に入ってきて、僕の車とぶつかりそうになったんですね。で、その人、僕優先道路を走ってましたから、本当だったらその人は待たなきゃいけなかったんですけど、それを待たずに優先道路に入ってきたから、まあその人が悪いんですね。でその人がめちゃくちゃ怒ってて、僕の車の横に来て、窓を開けて「どこ見て運転してんねんこら」みたいなことを言ってきたんですよね。で僕は優先道路を走ってるし、ドライブレコーダーみたいなのもついてますから、まあ、その話し合いでその喧嘩になって勝つことはできたと思うんですけど、まあ、その怒る時間とかね、怒ってるそのエネルギーを使うのがもったいないかなと思って、で本当にごめんなさい、次から気をつけますんで、すいませんでしたって言ってそのまま、帰ったんですよね。うん。なので僕はあんまり怒らないんですけど、まあ、今日はそういう話じゃなくて、怒る時の日本語ですよね。その怒る時の日本語って難しいと思うんですよ。その日本語だけじゃなくて、外国語で怒るとか、まあ自分の言語で怒るのも難しいと思うんですけど、っていうのも感情を強く早く表現しなきゃいけないんですよね。その自分が何か嫌なことがあって、それが嫌だっていう気持ちを強くプラス早く、表現しなきゃいけないので、まあ、感情を、まあ、パッと言いたいんですよ。つまりその文法とか考えてる時間がないんですよね。なのでね、瞬発的に起こる時って、その長い文とかあんまり使わないじゃないですか。その結果的にコラとかバカとか、その短い言葉で強く表現できる言葉を使う人もいると思うんですけど、それだとやっぱり日本語では、まあ、他の言語でもまあ、子供っぽくね幼稚に聞こえちゃうと思うんですよ。なのでまあその怒る時の日本語について今日は話そうかなと思うんですけど、そもそも日本語っていう言語の中で悪い言葉ってそんなに多くないんですよね。その悪い言葉とされている言葉も学校の先生が使ったり、まあ、子供が親の前で使うとかよくありますから、なので悪い言葉を使ったり直接的な言葉を使って怒る人もまあいますけど、そういう人よりもやっぱり間接的に、まあ、ちゃんと文を組み立てて怒った方が、まあ、自分の気持ちが伝えやすいっていうことが多いんですよね。まあ、でも今回はその直接的な日本語の怒りのフレーズ
と間接的な日本語の怒りのフレーズ、どっちも紹介しようと思うんですけど、まず最初に、直接的な怒りの日本語のフレーズについてお話しします。で、一つ目が、コラですね。これはね、めちゃくちゃ強い言葉だと思いますね。怒ってる時以外はもう絶対使わないし、僕もめちゃくちゃ嫌なことがあって自分の気持ちを、強く出したいっていう時にもコラって多分使わないと思いますね。なんとなくその怖い先生とかヤンキーとかが使うイメージですかね。なんか強い言葉、強さで、下の人をコントロールしたいみたいな、イメージがあるので、これめちゃくちゃ強くて、僕は、全然使ったことがないかもしれないですね、人生で。で、もう一つの怒りの日本語のフレーズっていうのが、ふざけるなとか、ふざけんなっていう言葉ですね。これも、コラほどではないと思いますけど、怖いですよね。ふざけるなって丁寧な言葉に直すと、ふざけないでくださいっていう感じになると思うんですけど、もともと、ふざけるっていう動詞から、来てるんですよね。で、ふざけるの意味は何か変なことをするとか、他の人を、からかうとか、そんな感じの意味なんですけど、それをするな、それをしないでくださいっていう言葉ですよね。で、その他の自分が喧嘩してる相手が全然ふざけてないんですけど、とりあえず自分の気持ちを早く強く伝えるために、ふざけんなって、何も考えずに言う人も多いんで、これもね、直接的な怒りの日本語のフレーズだと思います。で、もう一つが、間接的な日本語の怒りの日本語のフレーズですね。多分こっちの方がよく使う人が多いと思いますね。特に大人になるとこっちの方がよく使う人が多いと思うんですけど、まず一つ目がちゃんとしてとか、ちゃんとしてくださいっていう、言葉ですね。これは、他の自分が、怒っている相手が、完全に悪い時に使うフレーズですね。その他の人が何か大きいミスをした時とか、そのちゃんとしてくださいっていう人もいると思うんですけど、何か、他の人が何かミスをした時に、そのミスをしないでくださいっていうより、なんかちゃんとしてくださいって、何かしてくださいって具体的なリクエストするんじゃなくて、ちゃんとしてください。その他の人が普通にできるから、それと同じように、あなたもそれをしてくださいっていう、フォーマルだし、ちょっと間接的だからこそ怖い感じがあるっていう、フレーズですね。ちゃんとしてください。で、間接的な怒りの日本語のフレーズってもう一つあるんですけど、さすがに、ちょっともう何々してくださいとか、さすがに何々してくださいっていう、言葉ですね。自分のリクエストしたいことの前に、さすがにをつけることによって、もうずっと自分が我慢してたんですけど、もう自分の我慢が、限界に達した時に、さすがにっていう言葉を、その自分が相手にしてほしいことの前に、つける傾向があると思いますね。例えば、わかんないですけど、例えば電車とかバスとか新幹線に乗ってる時に、後ろの席が後ろの席に子供が座ってて、で、その子供が、自分の席を蹴ってる時、最初はね、子供ですから仕方ないって言って、少しだったら我慢できると思うんですけど、それが長い移動とか、例えば2時間3時間続いたら、ちょっとね、大変、ちょっと嫌な気持ちが強くなってくると思うんですよ。で、最初は我慢してたんですけど、さすがに、ちょっともうそれやめてもらっていいですかみたいな感じで言う人も、結構いると思いますね。で、ここまでは日本語で、怒りを伝えるフレーズについて話したんですけど、日本人が怒る時の特徴についても、ちょっとお話ししようと思います。日本人が怒る時どんなトーンで怒るかっていうことについては結構自分が怒りたいことを、直接表現するより質問形で責めるっていうのも、よく見られると思いますね。何々してもらってもいいですかとか、何々できますかみたいな感じで自分の気持ちを直接伝えるんじゃなくて、
もしよかったらこれをしてくれませんかみたいな感じで、自分が怒っていることを私は怒ってますって言わずに伝えるっていう感じですね。これが日本語に慣れてなかったり、その間接的な、コミュニケーションに慣れてなかったら、この人本当に怒ってるかどうかわからないって感じるかもしれないんですけど、実は、怒ってるみたいなことも時々ありますね。その時の空気で伝えるっていうんですかね。何も言わないで、目だけで自分の気持ちを伝えようとしてくる人もね、いることがあるんで、難しいですね。それからもうそもそも怒らない人も結構いると思うんですよ。自分が我慢したらいいやとか、自分が、我慢することが美徳だって考えてる人もいて、僕もね、どっちかっていうとそっちタイプだと思うんで、結局日本語でもそうですし、他の言語でも外国語で起こるのは難しいなって思いますね。難しいんですけど、逆に言えば自分で日本語で怒れるようになったり、その他の人が日本語で怒ってるっていうのが、分かるようになったら、めっちゃ上級者だと思うんで、今それができてる人は本当にすごいと思いますね。日本語だけじゃなくて外国語を使ってそういうことを伝えられる人ですかね。そんな感じで今日は日本語で怒るとき、どう言えばいいかっていうことについてお話しさせていただきました。それでは今日もここまで見てくれてありがとうございました。バイバイ。